皆さん、こんにちは。カズです。今日は、東京にある日比谷公園からビデオポッドキャストをお伝えします。私は今、東京駅の近くにある日比谷公園というところにいます。公園です。公園の中にいます。皇居から少し歩くと、ここ、日比谷公園です。うわぁ、虫めっちゃ多い。やば。はい。では、今日のビデオポッドキャストのテーマ、スキマバイトについてお話ししたいと思います。皆さんはスキマバイトを知っていますか？スキマバイト。短い時間でするアルバイトのことをスキマバイトと言います。短い間にするアルバイトのことです。今日はこのスキマバイトについてお話ししたいと思います。日本では、3つぐらいスキマバイトのアプリがあります。1つはタイミー。2つ目はシェアフル。3つ目がメルカリハロー。他にもあると思いますが、私が知っているのはこの3つです。今日はその3つのアプリのうちの1つ、タイミーについてお話ししたいと思います。私はタイミーでスキマバイトをしたことがあります。今まで5回ぐらいタイミーでスキマバイトをしました。スキマバイトを始めるためには、まずアプリをダウンロードします。そして、プロフィールを登録します。自分の、名前、生年月日、住所、あとは本人確認の免許証などをアップロードします。スキマバイトの登録が終わるとお仕事をすることができます。アプリにあるお仕事の中から自分が空いている時間を選んでスキマバイトを始めることができます。お仕事の種類はいろいろあります。飲食店から、工場のお仕事、あとはティッシュを配るお仕事、いろいろな種類の仕事があります。皆さんも興味があれば一度アプリをダウンロードしてみてください。私が初めてしたスキマバイトはピザの配達です。ピザの配達のお仕事をしました。初めての配達ですから、最初は全然わかりませんでした。私は配達の仕事をしたことがありませんから、1件目の配達で30分以上時間がかかってしまいました。30分かけて配達を終えてお店に帰ってくると先輩にすごく怒られました。遅すぎる。遅すぎるよ君と言われてしまいました。でも配達の仕事をしたことがありませんし、教えてももらっていませんから、さすがに難しいと思います。でも、スキマバイトのアプリは、そういう仕事ばかりです。しかも、そのピザの配達中に、私は手首を怪我しました。ジャイロというすごく重いバイクを運転していました。3時間仕事をした後に手首がすごく痛くなりました。そこから手首の痛みが消えるまで2ヶ月ほどかかりました。多分手首の捻挫だったと思います。それ以来
ピザの配達の隙間バイトはしていません。次にした隙間バイトは工場です。工場で流れ作業をしました。工場のベルトコンベヤーの近くに立って流れてくる商品にシールを貼るお仕事です。工場の隙間バイトは朝の9時から夕方の5時までです。これはもう隙間の時間ではありません。その工場での流れ作業はすごく簡単です。少しも考えることをしないので、すごく精神的には楽です。ですが、ずっと立ちっぱなしですから、足や腰が痛くなります。私はその隙間バイトを5日間行きました。でも、1日直前になってキャンセルしてしまいました。他の用事が入ったので、予約していた仕事をキャンセルしました。キャンセルすると、その行く先の会社から悪い評価を受けます。私は悪い評価をつけられてしまいました。その後にお仕事を選んでも断られることがあります。自分の仕事の評価が下がるとお仕事が決まらないことがあります。そういったことが何回かありました。ですから、隙間バイトをやるときは、キャンセルをしないようにしてください。その評価を取り消すのに、半年から1年ぐらいかかります。私は、その評価が下がってから、隙間バイトをしていません。少し評価が下がっても、仕事はすることができますが、まあ、それ以来、私はアプリを開いていません。はい。というわけで、今日は日比谷公園からビデオポッドキャストをお伝えしました。今日のポッドキャストのテーマは、隙間バイトについてでした。隙間バイトについてお話ししました。最後まで見てくれてありがとうございます。では、次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。